どうも、かずまです。今回もちょっと急遽カメラ回してるんだけど、アビーチフォーエバーがリリースされましたね。これがめちゃくちゃ世界中で議論を呼ぶことになってるんだけど、なんで議論になってるか。アビーチのベストアルバムという形で、アビーチの名曲、いい曲がこう1枚のね、CD に収録されてるんだけど、そこにプラス1曲、新曲を収録してるのよ。Let's Ride Away っていう新曲なんだけど、この Let's Ride Away がある議論を読んでるんだよね。それを今回、一アビーチファンとして、アビーチオタクとして、昔からアビーチを追いかけてる一人のファンとして思ってること、事実とかを言っていこうかなと思ってます。まず、俺の前提として、ベストアルバムが出されたことに関しては、まあまあいいと思う。まだまだアビーチのことを知らない人とか、初心者の人も、この1枚を聴くだけで、アビーチのいい曲をまとめて聴けるし、どんなものを残してきたのかっていうのを簡単にチェックすることができるから、新しくアビーチファンを生み出すにはめちゃくちゃいいと思うんだけど、なぜここに Let's Ride Away を収録したのか、そしてなぜこういう形で収録したのか、ここが問題になって、今回はそこに焦点を当てて話していきたい。この曲に関して、もう一回おさらいも含めて話していくと、最初はね、違うボーカルが務める予定だったね。今回はエル・キングが務めてるんだけど、エル・キングが務める前は、ケイシー・マスグレイブスがボーカルを務めてたんよ。で、大前提として、アビーチは2017年にアビーチ01をリリースしてるんだけど、そこにこの曲、Let's Ride Away、はたまた Ride Away を収録する予定だったんよ。予定だったというか、つもりだったんよ。でも結果的にリリースされんかったよね。で、リリースされなかった原因は、このケイシー・マスグレイブスからの最終的な同意を得られなかったっていうところ。アビーチとしては 100% 楽曲を完成させてリリースするつもりだったんよ。Without You とか You Be Love とかあの辺と一緒にね。その時の証拠として俺めちゃくちゃインスタとか遡ってみたんやけど、このアビーチの投稿を見てほしいんや。ここのハッシュタグに Without You とか You Be Love とかと一緒に Ride Away 書いてますよね。この7月13日時点の投稿には Ride Away は含まれてる。その2週間後、7月27日の投稿にはライダーウェイは含まれてないんよ。つまりこの2週間の間に何か問題が発生して最終的にリリースできないとなってしまった。アビーチ、ティムとしてはリリースしたかったんだけど、ボーカルの最終的な曲が降りんかったから急遽取り下げることになったよね。楽曲は 100% 完成してたのに。だってアビーチ01自体も8月にリリースしてるから、こんな短期間でバタバタするわけないじゃん。つまりライダーウェイ、レッツライダーウェイ自体は 100% 完成してたんよ。あとはもうその許可の問題だけで、それをクリアできなかったから取り下げたっていうのがまずあります。つまりボーカルさえ変えればいつでもリリースできる状態だった。しかもそれはアビーチが 100% 完成させた状態でのリリース待ちだったよね。アビーチが望んでた形で曲はすでに完成してない。で、それが EDM っぽいか EDM っぽくないかっていうのは別問題なんだけど、最終的にリリースできる、アビーチがリリースしたい状態のライダーウェイはそこにあったんよ。んで、時は流れ、8年越しにこの曲はリリースされると、もう世界中で話題になったんよ。で、いざ聴いてみると、あれこれ違うくねってなったよね。世界中のアビーチファンは困惑したんよ。なぜなら、アビーチが完成させた曲じゃなかったから。そりゃ、ファンも困惑するね。俺も困惑した。熱心なアビーチファンのコミュニティでは、未発表曲がリークで出回ってたりするから、そこで比較的簡単に未発表曲にアクセスできたりするんだけど、もちろんこのライダーウェイもありました。なので、アビーチが完成させた、リリースしたかったライダーウェイもそこで聴くことができました。けど、今回リリースされたレッツライダーウェイは、そのバージョンと全く異なってたよ。もちろん、ボーカルは変わってるよ。そこは問題じゃない。今回リリースされたバージョンは、トランペット要素が強めで、いかにもあの頃のアビーチっぽい音がしてるよね。でも、アビーチっぽい曲であって、アビーチが作った曲ではないんよ。これ、違う人が作った曲じゃない？そういう疑惑が生まれました。その真相に迫っていきたいと思います。2022年にアビーチの未発表曲含む楽曲がスウェーデンのポップハウスっていう会社に売却されたよね。当時結構話題になってたけど、それ以降、ここの会社がアビーチに関する商品とかイベントとかを主体となって世に出していったりしていくわけなんだけど、そこで今回のベストアルバムにアビーチの未発表曲を1曲収録しようっていうことになって、それでレッツライダーウェイが選ばれました。でも、ボーカルの問題をクリアしないとリリースできない。なので、当時アビーチが完成させたバージョンは一旦無視して楽曲制作レベルに戻るわけ。つまりステムとかのレベルね。楽曲を構成しているさらに小さい要素、ボーカルだけとかドラムの音とか、そのフェーズに戻るわけない。でもちろんこのステムとかもアビーチの未発表曲と一緒にポップハウスが管理してるんだけど、みんな知っての通りアビーチって完璧主義者で絶対に自分が納得するまではリリースしないよね。なんで同じ名前の曲でも複数のバージョンが存在してたり、ちょっと音が違うバージョンが存在してたりするわけよ。それをもちろんもうファイルがね大量に溢れるわけよ。でそれをポップハウスは楽曲と一緒に引き
き受けて、どうやらポップハウスはそれを管理できてなかったみたい。整理整頓できてなかったん。ここで致命的な問題が起きます。その問題が違うアーティストの楽曲の混入。並行してアビーチが当時所属してたレーベルにバントっていうアーティストも所属してたんだけど、俺の記憶が正しければアビーチとバントは同じ A&R が担当してたよね。この A&R っていうのはアーティストに楽曲のデモを渡して、最終的にそれをリリースするかとか、そういう方向性をね、一緒に決めていったりする、サポート的な人なんだけど、バントとアビーチは同じ A&R が担当してたんや。で、バントは Let's Ride Away のデモ曲をその A&R から受け取ってた。バントもアビーチのファンだったから、アビーチにインスピレーションを与えられたらなという思いもあって、曲を自分なりに完成させて、それをアビーチのチームに渡してたんやって。これが可能であることの証明として、アンブレイカブルとかも挙げられるんだけど、最終的にアンブレイカブルってバントがリリースしたやん。これも当時の記憶を思い出すとね、バントはアビーチより先にアンブレイカブルのデモをもらってた。で、完成もさせてた。でも、アビーチの方が知名度が上やん。ほぼ無名だったバントがリリースするよりも、アビーチ名義でリリースした方がいいんじゃないかとか、そういう会社の意向もあったから、バントはリリースできんかったやん、アンブレイカブル。でもアビーチがなくなっちゃって、で、結局リリースせずに終わってるから、最終的にバントがリリースすることになった。これと同じことがレッツライドアウェイにも言えて、バントはレッツライドアウェイのバントバージョンを完成させてたけど、リリースできるかわからない。でもとりあえずアビーチにインスピレーションを与えたいから、チームアビーチの方に共有してたやん、このファイル。どうやらこれが問題だったみたい。時は流れ、いざアビーチの新曲としてリリースしようってなった時に、アビーチは完成させてた。当初2017年のアビーチ01に収録できる状態だったアビーチバージョンも存在してたけど、ポップハウスの人らは、ちょっとアビーチ要素少ないんじゃない？どこかアビーチ感、物足りなさを感じてないの。そこで、この当時の未発表曲の大量のファイルの中から、これアビーチっぽくない？トランペットの音あるし、ヘイブラザーっぽいし、こっちのバージョンリリースした方がいいんじゃない？これいいじゃん。アビーチっぽいじゃん。で、なったんよ。それで、ポップハウスはアビーチの友人でもあり、アビーチファンからも信頼が厚いカール・フォークに、この曲を完成させてほしいって言って、バントバージョンだと知らずにカール・フォークにマスタリング、そして完成させてほしいって依頼したんよ。そして、完成したのが洗練されたバントバージョンのレッツ・ライダーウェイ。そしてそれをね、アビーチの新曲ですよってリリースしてるんよ。しかも、バントのクレジットもなしで。これが今回の一番の問題なんよ。なんでアビーチがリリースしたかったアビーチバージョンがあるのに、それをリリースせんと違う方をリリースするんってアビーチファンは怒ってるよね。これ事実として言っておきたいけど、完璧主義者のティムがリリースしたかった状態のレッツライダーウェイ、はたまたライダーウェイは確実に存在します。でも、今回リリースされてないです。あれはティムがリリースしたかったやつじゃないんで。でもそれをアビーチの未発表曲ですよ、というラベルを貼ってリリースしちゃった。今回のアルバムに収録しちゃった。これが今回の問題なんや。ポップハウスの楽曲管理方法に問題があるんやけど、アビーチ以外にもスイリッシュハウスマフィアの楽曲とかも管理してたりするから、ほんまにもう膨大な曲を管理してるよね。ただそれを整理整頓できてないから、今回みたいな大問題が起きちゃってるんよ。で、実際ポップハウス側もその事実に気づいてるかどうかもわからんのよ。本当にアビーチの曲だと思って、レッツライダーウェイをリリースしたのかわからん。それはもう俺にはわからん。ただ、事実として、あれはアビーチバージョンではない。これだけはほんまに言えます。あとこのポップハウスに関してはちょっと最近俺はあまりいいイメージ持てなくて、ビジネス集がプンプンするなと。アビーチのね、グッズとかもいろいろ出すのはいいんやけど、そんなんも売るんっていう問題があってね、最近。ちょっとこれ見てほしいんやけど、こんなネックレスを売ってたんですよ。どういうことって。どっかにアビーチのロゴを彫ってある。ないよね。いや、一見見てもただの石やん。ただの石にネックレスのチェーンつけただけやん。それを、こんな値段で売るんちょっとやりすぎじゃないと。最近だとこれ、フォーエバー言わずの問題もあったじゃん。サンドラ・カバダ自身は、俺はこのリリースに同意してないとも言ってたんやけど、そういうことをし始めちゃうと、ちょっとファンもまさかと思っちゃうし、アビーチでお金儲けしようとしてるって思われても当然だよね。それは俺自身もめっちゃ感じてたし、最近のアビーチの扱い方が、ってハテナが結構浮かぶ扱い方されてたから、どうなんて俺は思ってる。だから今回、このアビーチフォーエバーがリリースされてなった時も、あえて何も言わなかったし、SNSとかにも反応しなかった。こういうのを世界中のアビーチファンは知ってるしね、こういう事実があるってことを、アビーチの楽曲いい曲だなって聞くのもいいんだけど、裏ではこういう問題が起きてるってことも知っといてほしい。だから俺はちょっとめちゃくちゃ今回ね、こういう動画作るか迷ったけど、あえてカメラの前で喋ることにしてます。とりあえず、レッツライダーウェイは、あれはアビーチが作ったやつじゃない。そこは知っといてほしい。ベストアルバム出すこと自体は冒頭でも言ったように、これからも新しくアビーチファンが増えてきたりするから全然いいんだけど、ちょっとそこは大丈夫なんかなっていうやり方してるから、知っといてほしいな。この事実だけは。アビーチのことは、これからももちろん好きなままだし、楽曲に勇気をもらい続けることは変わりないんだけど、ちょっとそのチームのやり方が不安なんで大丈夫かなーって
心配してます。まあ、ポップアースがちゃんとやってくれるかどうかによって、今後のアビーチの伝説が語り継がれるかどうかもね、ちゃんとした形で語り継がれていくかどうかも変わってくると思うんで、今回の動画いいなと思ったら、勉強になったなと思ったら、拡散してほしい。コメントもいっぱい書いてほしい。いいねと。チャンネル登録もよろしくお願いします。ライダーウェイに関しては、こういう裏話がありますと。事実なんでね、これが。知っといてもらいたいなと思って動画にしました。はい。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。